どうもこんにちは、モノガマです。今回は中華イヤホン好きが待ちに待った他ドライバーイヤホン KZ-AS-X が届いたのでレビューをしていきます。KZ-AS-X は、合計20個のドライバーを搭載、1万円前後で購入可能な間違いなくモンスターイヤホンだぜ。いやー、ついに届いたわね。このイヤホンはポチってから届くのが特に楽しみだったイヤホンです。合計20ドライバーはヤバすぎるんだぜ。これで買ったら間違いなく、コスパ最強の最強スペック最強イヤホン間違いなし。すみません、彼女は YouTuber 特有の職業病、何にでも最強つけちゃう病、を患っています。最強最高超最強、最強最高超最強。というわけで開封していきます。箱はいつも通りの KZ の箱だな。問題は中身よ。うおー。かっこいいんだぜ。これが 20BA のイヤホン。やばいやばい言ってるけどこの KZ-AS-X は、何がそんなにやばいのかをちょっと説明します。イヤホンにはドライバーというパーツによって、音の信号を振動させて音を出力しています。スピーカーみたいなもんだっけか。イヤホンに使われているドライバーには、大きく分けて2種類あって、ダイナミック型とバランスド、アーマチュア型があります。一般的なイヤホンに使われているのは、ダイナミック型のドライバーが多いです。ダイナミック型の特徴は、得意な音域が幅広く、特に低音域が得意なものが多いな。バランスドアーマチュアは解像度が高く、中高音域が得意な場合が多いです。しかし、バランスドアーマチュア型は価格が高く、一つで表現できる音域が狭いという弱点があります。狭い音域を補うために、複数のドライバーを搭載することで、解像度が高く幅広い音域をカバーするイヤホンが開発されました。他ドライバーイヤホンだな。しかし、高価なバランスドアーマチュアを複数搭載するのはコストがかかります。そのため他ドライバーのイヤホンは、数万円以上する高価なものがほとんどだったのです。しかし、今回紹介する KZ-AS-X はなんと1万円で合計20個のドライバーを搭載しています。夢があるよな。そんなこんなで AS-X のヤバさが少しでも伝わったなら幸いです。他ドライバーにはドライバーだけじゃなく、ロマンがたくさん詰まってるんだな。そういえば KZ の ZS シリーズとかと何が違うんだ。KZ-AS-X は KZ の中華イヤホン、AS シリーズの最上位モデルです。KZ の中華イヤホンは他ドライバーのものが多いんだけど、AS シリーズは全てのドライバーがバランスドアーマチュア型なの。一方の KZ-ZS シリーズはバランスドアーマチュアと、ダイナミックドライバーの両方搭載したハイブリッド型。同じ他ドライバーイヤホンでも、音の傾向は大きく違うからそれだけ沼が広がっております。すっかり沼にはまっちまったな。この AS-X は高音域用のドライバーが4つ、ボーカル用ドライバーが4つ、中低音用のドライバーが5つ、さらに低音域用に5つ、それぞれ役割を分担して搭載されています。ボーカル用に4つってやべえな。しかも、それぞれのドライバーが過去の KZ 仕様ではなく新しいモデルのものが使用されているらしいです。在庫処分の詰め合わせじゃないのか。なんだそりゃ。音質の前に外観をチェックしていきます。フェイスプレートがかっこいいな。今回はシルバーを購入したんだけど、ブラックも黒にラインが入っていてかっこいいです。このフェイスプレート、よく見ると顔みたいよね。おいやめろ。背面はスケルトンになっていて中の配線とドライバーが見えるようになっています。個人的に気になったのが、固定材の木工用ボンドです。いや木工用ボンドではないと思うぞ。これは AS16 でも気になった仕様でした。ちなみに ZAX には使用されていませんでした。ブラックカラーの方はスケルトンブラックなので、もう少し目立たないかもしれないな。この点はブラックにすればよかったかなと少し後悔しているポイントです。ただ、イヤーピースは今回からホワイトに変更になったようです。そのためシルバーの方が色の統一感があります。個人的には新しい白いイヤーチップは、ふにゃふにゃしておりあまり好きではありません。昔の黒いイヤーチップの方が、しっかりしていて好みでした。黒いイヤーチップに付け替えるなら、なおさらブラックを買えばよかったな。やめろー。ケーブルは銀メッキケーブルが付属。KZ の安いモデルとは違って、ちょっといいケーブルが入ってるんだな。大きさは他のイヤホンと比較しても、かなり大きめなサイズに感じます。形も凹凸があって、装着感は人を選びそうだな。ZS-X のような形状をしているので、このタイプが合わない人は要注意です。ちなみに重さは 7g と意外と軽めです。AS16 が 10g、ZAX が 7g だったな。サイズは大きめですが、耳の形状さえ合えば長時間つけても違和感ないと思います。
それでは音質を聞いていきます。きたー。それじゃあまずはフラット好きの私からレビュー語っていきます。主観多めのドンシャリ好きの私のレビューは後で喋っていくぜ。私の評価は、良くも悪くも昔の KZ らしい音に仕上がっています。KZZAX で感じたチューニングの完成度の高さを忘れてしまったのかというくらい暴力的な音です。これは悪口ではなく、昔の KZ 好きには嬉しい音ということです。全体のバランスとしてはドンシャリですが、解像度が高いのでどの音域も潰れず分離よく聞けます。ただ全ての楽器を全力で鳴らしているような音で、強弱の表現は苦手に感じました。各音域ごとに話していきます。まず最初に高音域。おそらく、この KZASX で最も質の良い音域が高音域です。非常に高い解像度と微細な広がりを表現する高音域は、シンバルなどの金物楽器が特に得意な印象です。ただし、高音域に余裕がありすぎるため、高音ボーカル、電子音などの複数の高音域が鳴る曲は情報型で聞き疲れします。高音域が刺さるという意見もありますが、個人的には、KZ のイヤホンの中ではおとなしめに感じます。次は中音域。ドンシャリのバランスのため、中音域の量は控えめに感じます。しかし、音の分離感が素晴らしいのでこもっているような印象はありません。ただ、ボーカルに関しては中低音域がパワー不足な最盛期だと、物足りないかもしれません。これは低音域と高音域の量が多い楽曲を聴くと、相対的に中音域のパワー不足に感じるためだと思います。続いて低音域。賛否が分かれそうなのがこの低音域です。すべて BA なので、DD のような重低音を期待するとちょっと期待外れかもしません。しかし、AS16 よりも間違いなく低音の量は増えており、迫力も出ています。重低音が物足りないかだけです。念のため誤解のないように言っておくと、ASX は決して低音が弱いイヤホンではないです。しかし、ハイブリッドドライバーと比較すると、鳴り方がおとなしくまったりとした印象です。その点が低音好きの中でも好みが分かれるポイントだと思います。私の総評としては、再生機や、イヤーチップ、ケーブルなどでうまく好みのバランスを見つけられたら最高のイヤホンです。ただ KZZAX のように、とりあえず手元のスマホに直差しして気軽に楽しめる音になるわけではありません。KZZAX で感じたようなチューニングのうまさみたいなものは控えめで、なかなかのじゃじゃ馬です。ただ昔から KZ を買い漁っている沼のものや、ケーブルやイヤーチップ、再生機を豊富に持っているなら、何より10個もドライバーがあるイヤホンは、めったに手にできないので、間違いなく楽しめるイヤホンだと私は感じました。めっちゃ喋るやんけ。これ私のレビューいるか？私はフラット好きの耳としてレビューしているから、ドンシャリ好きのマリサの意見も聞きたいわ。それじゃあ、私の評価は、素晴らしい。とは言ったけど AS16 に感じたこととほとんど同じような感想になるんだぜ。間違いなく音は AS16 とは異なるんだけど、音の傾向は似ているように感じたぜ。KZ らしい癖がある鳴り方をしながら、解像度の高いドンシャリサウンド。高音域が非常に鮮明になっているけど、綺麗と表現するのはまた違うようなパワフルな音。低音域もドンシャリ好きが満足できる量だけど、ダイナミックドライバのような低音は出ていない。過去に KZ のイヤホンを買っていて、BA のみの低音に違和感がない人なら、おすすめできるイヤホンだと感じたぜ。一応こんな感じだけど、レイムが喋りすぎてほとんど言うことがないんだぜ。なんかすみません。それじゃあ次は、他の KZ のイヤホンと比較してどうなのか、新しく買うべきなのかどうか、などについて話していくぜ。まず最初は KZZAX との比較ね。筐体を比較すると ASX が 1.5 倍くらいの大きさの差があります。しかし、重さはどちらも 7g です。形状は ASX はデコボコしているので、耳を選ぶ形をしているのが注意だぜ。音質については、もはや好みの問題の差です。ドライバー数は2個の差があるんだけど、それによる音質の良し悪しを感じることはありませんでした。KZASX はロマンとドライバーを詰め込んだ結果、チューニングの方は少し詰めが甘い印象です。詰め込んだ結果、詰めが甘い。音の迫力、豪華は ASX の方がいい感じ、バランスのいい優等生な音は ZAX って感じです。ASX は再生機を選ぶことや、価格も倍近くするので KZ 初心者におすすめするなら ZAX を私はおすすめします。ドライバーのロマンを得たいなら、ASX はぜひ試してみてほしいけどな。KZZAX のレビューも上げているので、よかったらそちらも見てくれると嬉しいです。
続いて同じ BA ドライバーの AS16 と比較しながらレビューしていきます。先ほども言いましたが、AS16 と ASX は似ています。まあ同じシリーズだしな。しかし、低音の迫力や高音域の量は ASX の方が多いように感じます。これは単純に ASX の方が優れているというわけではなく、バランスが違うという話です。ボーカルなどの歌物を聴く場合は AS16 の方が相性のいい場合が多い印象です。ASX は高音域の広がりが素晴らしいのですが、中音域に注目しにくくなっています。ただ価格もほとんど同じことを考えると、スペック的にも上の ASX をおすすめしたいです。これはどちらのイヤホンも持っていない場合、AS16 を買うと ASX が気になってしまうのに対して、ASX を買えば AS16 に手を出さなくて済む人が多いように感じたからです。ウプ主みたいな人間は、どっちの順番でも両方買うと思います。今回のレビューは数時間の使用によるファーストインプレッションです。そのため、エイジングによる変化や、新しい発見がある場合があります。その場合は別の動画で改めてレビュー予定です。ちなみにウプ主はエイジングは、半信半疑です。でも今回の ASX は、エイジングで印象が変わるような予感がしています。KZZAX は開封してすぐ楽しめたけど、ASX は聞けば聞くほどハマる。スルメのような魅力のあるイヤホンに感じました。相性のいいケーブルやイヤーチップを探すのも楽しいイヤホンだな。個人的には見た目と音の面でもハイブリッドの方が好みなので、ハイブリッド式で1万円前後の20ドライバーが今後発売されるのが楽しみです。それでは今回はここまで。このチャンネルではこんな感じで、レビュー動画を投稿しています。よかったら他の動画も見てくれると嬉しいだぜ。それじゃ、バイバイ。バイバイ。